え、やはり校舎を回った方向により、お地蔵さんは、すごいっすね。ここ行って本当検証してみたいですよね。どうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、視聴者の方から送っていただきました投稿階段、皆さんにですね、お伝えしていきたいと思います。たくさんいつも送っていただきましてありがとうございます。今回もですね、選ぶの大変だったんですが、もう非常に興味深いお話、5話、はい、今回紹介していきたいと思います。こちらですね、ペンネーム N さん、お二方目がアキさん、お三方目が京都マダムさん、そして4人目がヒロさん、そして5人目、最後がじゃがいもさんからですね、送っていただきました回答を紹介していきたいと思います。で、こちらですね、概要欄の方に番組のメールアドレスがありまして、皆さんよかったらですね、こちらの方に不思議体験などありましたら、どんどん送っていただきたいと思います。で、お礼としてはね、なんですけども、番組の方から紹介をさせていただいた方には、2枚組のステッカーですね。悪霊退散と開運のステッカー送らせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今回のね、5名様もなんですが、採用の方をさせていただいた方は、このメールアドレスの方にですね、タイトルの方に、ステッカー、はい、というふうに、タイトルを書いていただきまして、連絡先の方をこちらの方にね、お手数ですが送っていただきたいと思います。送っていただきますと、そちらの方にステッカーの方を送ります。というわけで皆さん、ぜひね、今後ともメールアドレスの方に階段送ってください。よろしくお願いいたします。まずはお一方目、ペンネーム N さんからご投稿いただいたお話です。はじめまして、ペンネームは N と言います。私が体験した話を投稿させてください。私には当時、交際している相手の方がいまして、その方と新宿の居酒屋でお酒を飲んでいました。終電も近くなり、私がだいぶ酔っ払ってしまっていたため、その夜は帰宅をせずに、新宿にあるホテルへ泊まることにしたんです。部屋に入って電気をつけ、私と交際相手はシャワーも浴びずに、電気もつけっぱなしのままベッドに入り寝てしまいました。その後酔っ払っていたせいか寝相が悪く、寝たり起きたりを繰り返しているうちに、部屋から音がしていることに気づき目が覚めたんです。最初は空調か何かかなと思い気にはしていなかったんですが、よーく聞くとそれは低い声でうめき声のような、お経のような声がしている、そう気づいたんです。と思っていたら、そんな感じなんでしょうかね。この時点でただごとではないと察知した私は、横になった状態で少し起き上がり、周囲を見渡しました。その時、今でもはっきり覚えているんですが、寝ている私の足元あたりに、人の形をした黒い影、もやのようなものが私を見下ろして立っていたんです。そして同じような形をしたもやが部屋中に立っていました。その瞬間一気に怖くなり、私は布団の中に潜り込みました。その間も低いうなり声のような聞いたことのない音が部屋中に響いていたのを覚えています。めちゃくちゃ怖いですね。横で寝ている交際相手を気にかける余裕もなく、私は布団の中に入り込み震えていましたが、気がつくと寝ていて朝になっていました。朝になって起き上がると、部屋には昨日のような黒いもやや音などは何もありません。交際相手も普通に起きてホテルを出る準備をしていました。まだ昨日のことが頭から離れませんでしたが、私は酔っ払っていたので、夢か幻覚のようなものを見たのだなと思い、ホテルを後にしたんです。ホテルを出てすぐ、交際相手と話をしていると、交際相手の方から突然言われたんです。昨日の夜さ、なんか布団に入って独り言ブツブツ言ってたよね。
そう聞かれたため、私は昨日のことをすべて相手に話しました。そうすると相手から、実は言えなかったんだけど、寝ている時に独り言が聞こえて目を覚ましたら、ベッドの周りを黒い女性の形をした影が取り囲んでいて怖くなり、起こそうとしたんだけど起こせなかったと言ったんです。私が目撃したものと全く同じものを相手の方も見ていたんです。酔っ払ったことが原因で幻覚やそういった夢を見てしまったと思い込んでいたんですが、こちらから一切そんな話もしていないにもかかわらず、相手からこの話をされたので本当に怖かったです。私はこれ以降幽霊が本当にいるのではないかなと思うようになりました。新宿歌舞伎町の、ホテルなんでしょうけどもね。実はあの辺りって怪談話めちゃくちゃ多いんですよね。やっぱり歌舞伎町と言いますとね、アジアで一番の歓楽街と言われていて、いろんな蔵念が渦巻いている場所とも言われていますけども、さらにそのホテルですよね。僕もホテル街がありますけども、その何軒か、ちょっとね、不思議な体験とか恐怖体験をしたなんていうね、ホテルの名前、知っていますけども。一つはね、亡くなっては今いるんですけど、それでもね、まだいくつか僕も知っているホテルがありますよね。やっぱりこの歌舞伎町、そしてまたね、こういったホテルとなると、いろんなね、楽しいだけではなくて辛い思いをした、そういった念や記憶というものが残ってるんでしょうかね。はい。いや、ちょっとね、この場所も場所だっただけに非常に怖いし、それからすごくリアルだなと思うお話でした。ありがとうございました。ステッカーの方を送らせていただきます。楽しみに待っててください。さあ、続きまして、あきさんからいただきました。こちら、怖い話の実体験を思い出したので送らせていただきます。ありがとうございます。私は小さい頃から少し霊感が強い方でして、もう15年くらい前でしょうか。当時、県営住宅の4階に住んでいたんですが、その頃のお話です。借りてきた本当にあった怖い話ありましたね。この DVD を夜中に主人と見ていたんです。はい、ご主人と、この DVD を見ていた。タイトルは確かエレベーターの少女とかだったと思います。見終わると、わーなんか夢に出てきそうだねと笑いながら眠りにつきました。次の日、主人も休みだったんで一緒に買い物に行き、だいたいお昼の3時過ぎ頃には県営住宅の駐車場に着いたんです。午後3時ぐらいですね。いつものようにエレベーターで4階まで上がります。1階、2階、3階、私は言いました。今の見た？主人も言いました。見た？あれ？何？エレベーターが1階から4階に上がっていくその途中3階のところで、外側にボサボサ髪の真っ黒い女の子がエレベーターにぴったりくっつくくらいの距離で立っていたんです。一瞬だし、真っ黒だったけど、私も主人も女の子だ。そう分かったんです。4階で降りて主人がすぐに3階に見に行きました。ただもう女の子はいなかったんです。本コアを見た翌日なので不気味でしたが、霊体験は何度もあるので、そこまで怖くはありませんでした。霊感がある方だったんですね。なんかね、こう3階にエレベーターぐーっていく途中にバーンとこう見えたけども。しかし、そこから数年の間なんですが、不思議なことが起こるようになりました。私がなぜか火事を予言できたりするんです。例えば無意識に、〇〇さんの家、火事になるよ。と口走ると本当に数日後火事になったりするんです。あとは、子供の料理するおもちゃが勝手に動き出して、早く火を止めてね、早く火を止めてね、早く火を止めてね、と連続で言い出したりする。そして外を見ると6階から煙が出て火事だったり。私に取り付いたのか何なのかわかりませんが、助けてくれていたのでよかったんだなとは思っています。他にも実体験でいろいろありますが、また機会があればメールさせていただこうと思います。失礼いたしました。エレベーター怖いですよね。
ぐっとこう上がっていくときにね、一瞬、やっぱこのね、隙間のこうガラスからね、見えたりもしますけども、なんかこの話聞いちゃうとエレベーター乗ってるときに外とか見られなくなりますよね。で、まあこれが関係してるのかどうかわかりませんけども、火事がね、予知できるようになるっていう。まあ直感的にね、口走ったことがね、実際になってしまうとか、あと面白いのが子供のおもちゃですよね。子供のおもちゃが勝手に動き出すとか、勝手に話し出すっていう階段も多いですよね。で、見るともう電池も入ってないとか、そういうこともあるのに、急に何か話し出すみたいな。何なんでしょうかね。ちょっとこの、まあ、このエレベーターで見たという女の子が関係しているのかどうかわかりませんけど、何かこう霊感があるような方って、こういった不思議な予知、予言みたいなね、そういった直感で未来のことを言い当てるってこともよく聞くのでね、何かちょっとこの、送っていただいたアキさん、なんかまだまだね、体験あるそうなので、ちょっとまたぜひぜひ送っていただきたいと思います。ありがとうございました。ステッカーの方送らせていただきます。続きまして、京都に住む50代の主婦の方、京都マダムさんからいただきました。ありがとうございます。これはですね、今から20年ほど前、私が結婚したての頃の話です。運転席の女というタイトルで送っていただいたんですが、ご紹介いたします。あれはまだ結婚して間もない頃、お盆で私の実家に帰省をした時でした。京都から実家の姫路市まで妹と主人の車で向かいました。ご主人の車で妹さんとご実家の方に帰省したと。途中商店街の横断歩道を渡ったところにホテルがありまして、そこで待ち合わせをすることにしたんです。これはですね、ご実家のお父様と待ち合わせをしていたんでしょうかね。待ち合わせ場所に到着すると父が立っていたので手を振りました。が、父は聞こえず、ちょうど信号も赤になったので仕方なく待つことにしました。そうか、お父さんいらっしゃるんだけども、ちょっと目の前、もう少し先にいるって感じだったんですね。で、信号が青になったらそこ行けるけども、まだ気づいてない状態。するとですね、ふと目に入った視線の先に、一台の白い車がスーッと来て止まっていたんですね。で、その時、違和感を感じました。運転席とドアの窓の間に長い髪の女性が見えたんです。運転席とドアの窓の間に。私は息を飲んで凍りつきました。運転席と窓ガラスの隙間。ここに人が入る余裕なんてないよな。しかもその女性は恐ろしい顔をして男性を見ている。白い腕で男性にしがみついているんです。なるほど。この車に運転席には男性の方が座ってたんですね。その男性の方が運転席に座っているこの男性とこの窓の間、ここに女性がいて睨んでいるってことなんですね。そして何より怖かったのは、その女性、こちらの方を見てきたからなんです。思念みたいなものが流れてきて、この人には誰にも渡さない。私のもの。そんな感情が入ってきました。どうしよう、でも目が離せない。隣にいる妹に言いたくても体が動きません。ただただ早く過ぎてほしいと願うばかりでした。信号待ちなので1分くらいかと思います。私には信号が止まったかと思うくらい長く感じました。父の方を見て信号を見た瞬間、青に変わり歩行者用の音楽が流れました。一斉に車が動き、その白い車も去っていきました。横断歩道を渡ってきた父と出会い、ほっとしましたが、何とも言えない気分でした。すぐに妹に先ほどのことを話して、白い車のことも聞きましたが、妹は、いたっけ？わからないと答えるばかりです。確かに私は見たし、あれはこの世のものではない気がしたんですが、そうでなければ生き量なのかもしれない。そういうふうに思いました。しばらく心臓が苦しくて怖くて、あの女性の鋭い目が忘れられなくて、その日はよく眠れませんでした。あれは何だったんでしょう。私はよくこんな体験をします。霊感はないと思いますが、引き寄せる体質なのかもしれません。女の執念の恐ろしさを知った習慣でした。霊感がないけども、こういう体験をするとかってね、引き寄せる体質。こういうのが霊媒体質
ね、なんかそういう不思議なとか良くないものに遭遇しやすい体質の方がいらっしゃるそうですけどもね。京都マダムさんそうだったんですか。ただなんかその感じた直感っていうのはきっと正しいんでしょうね。何かその運転席にいた男性のことをね、絶対に自分のもので他には渡さないってね。だからそんな思いがずっとこうくっついてる状態だったんですかね。怖いですね。何が怖いってこの運転席と窓のこの間のここですからね。なんかよりこう近くから絶対に他に渡さないっていう気持ちがなんかこう伝わってくる気がしますよね。いやだからなんかあれなんですよね。なんか皆さんの体験なんかもう強烈すぎて、さっきエレベーターでしたしね、今度もう普通に走ってる車でしょ。だから信号待ちとかでも、うかつになんか横とかの車覗き込めないなって思っちゃうような。なんか普段生活してて、もうこんな、ね、体験をする、そんな危険性があるんだと思うと、なんかもういろんなところにこう目をね、向けられなくなっちゃうななんて思いますよね。いや、本当後を引きずる怖いお話でした。ありがとうございました。ステッカーの方を送らせていただきます。続きまして、56歳の女性の方、ヒロさんからいただきました。ありがとうございます。今からおよそ28年くらい前です。当時、アルバイト先で同僚だった3歳年下の高橋くんから聞いたお話です。はい、28年前ですね。年下の高橋くんから聞いたお話。この高橋くんがですね、小学校5年生だった時のお話なんですが、ってことで。このお話ね、僕ちょっと、ムーの編集長、三上さんとかにもちょっと聞いてみたいなっていうぐらい、非常になんかこう、強烈というか、どういうことなんだろうっていう、聞いたことがないタイプの怪談話だったんですね。皆さんもぜひね、ちょっとご見解の方伺いたいと思います。高橋くんが小学校5年生だった時、A 君という同い年の子と毎朝一緒に登校していたそうなんです。高橋君は A 君と仲良しで一緒に学校に行っていた。その日の朝、いつものように A 君と会うと、突然妙なことを言ってくるそうです。で、高橋君ってさ、UFO 見たことある？何急に言うんだと思いましたが、いや、見たことないよ。と答えました。すると A 君が、これさ、絶対に誰にも言わないでほしいんだけど、約束できる？そう言うんですって。その場のノリで、わかった。誰にも言わない。そう答えました。A 君言うんですって。実は俺昨日、UFO 見たんだ。どこで？高橋君はその話に食いついて続きを聞かせてくれとせがんだそうです。まあそうですよね。聞きたくなりますよね。すると A 君が言うんです。UFO が出た場所なんだけどさ、家の近所のあの空き地なんだよ。当時、新興住宅地で家が建つ前の空き地が方々にありました。A 君の自宅の近くにもちょっとした空き地がありまして、そこで UFO を見た。そう言うんですって。詳しく聞いてみると、その UFO は直径が30センチくらいちっちゃいんですよね。で、銀色、円型で、シンバルを重ねたように薄い形をしており、いわゆる空飛ぶ円盤みたいな形ですよね。高さ1メートルくらいをものすごいスピードで回転していたと言います。このぐらいの高さを30センチくらいの円盤がぐる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 っと回ってたと。で、A 君はね、昨日それを目撃した瞬間、直感で、これはやばいものを見てしまった。そう感じたそうで、速攻で自宅に帰ったそうなんです。家族の誰にも打ち明けることもなかったようなんですが、どうしてももう一度見たくなり、今朝、もう一度その空き地に行ってみたんだそうです。するとまだその UFO らしきものは存在していて、まだいたんですね。銀色の物体は1メートルくらいの高さのあたりでぐるぐると高速回転をしていた。だから昨日と同じ状態でぐる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 と回っていたとのことなんです。高橋くんは、それ僕も見てみたい。今日の放課後一緒に見に行こうよ。そう約束をして朝登校をしたそうです。しかしいかんせん小学生のことで、お昼を過ぎた頃にはもうすっかりそのことは忘れてしまい、放課後になって高橋くんはそのまま自宅へ UFO を見ずですね、帰ってしまったそうなんです。
夜になって高橋くんは家でテレビを見ていました。すると家の電話が鳴り、母親がその電話を取ったんです。数分後、母親が高橋くんに告げたそうです。さっきのことなんだけど、A 君、亡くなったそうよ。突然のことすぎて高橋くんは言葉を失い、同時に朝 A 君が話していたことを思い出したそうです。でもまさかそんな。母から聞いた話によると A 君は今日のお昼頃気分が悪くなったということで学校を早退していて自宅へ戻ったんですが、倒れてそのまま亡くなってしまったんだそうです。死因ははっきりしなかったようですが、風の菌が脳に回ってしまったとか、そんな感じだったなということを伝えられた記憶があるそうです。それを聞いた高橋くんは、朝の話と直接関連づけて考えると怖くなり、しばらく布団をかぶって震えていたそうです。そして例の空き地へはしばらく近寄ることはできなかったそうですが、数ヶ月後、意を決してその空き地へ行ってみると、そんな銀色の物体は見当たらず、新しく家が建つための資材が運び込まれていたそうなんです。高橋くんは10年以上経ってもこのことが忘れられず、ふとした時、A 君が亡くなった原因はあの UFO のせいではないかと思ったり、見てはいけないものを見てしまった罰を受けてしまったことが原因ではないかと思ったり、そんなことも考えたりもしたそうです。一番考えられるのは、あの時すでに風邪をこじらせていた A 君が見た幻覚なんではないかという可能性もありますが、その真実は今となっては分かるはずもありませんが、もしもあの日放課後、その朝の話を忘れず UFO を確認しに行っていたらと思うと、後悔が募ると高橋くんは漏らしていました。以上、私が高橋くんから聞いたお話です。すごい話ですね。UFO なのにそんな低いところちっちゃいじゃんって思う方いるかもしれませんけど、日本でもね、以前かなり昔で有名な話なんですけども、本当にそれぐらいの大きさの UFO を小学生たちが目撃したなんて話もあるんですよね。ただ UFO だからもうね、頭上高くでね、大きな物体だと思う方が多いんですが、でも実際こういうね UFO の目撃情報もあったりするんですよね。ただこれが本当に UFO なのかどうかわかりませんけども、ただこの高橋くんが見たときに良くないものを直感でね、見たというふうに感じたという、何かその気持ちっていうのも何だったんでしょうかね。その後ね、本当に亡くなってしまってというすごく残念な話なんですけども、これは何なんでしょう。本当にもうちょっと本当にムーの三上さんとかにね、ちょっと話を聞いてみたいなというようなお話でした。ちょっとまたこれ聞いてみますんでね、なんか新しい情報とか似たような話があるんだよとかね、そんなことがあったらまたどっかのタイミングでね、報告もしたいなというふうに思います。で、これまたちょっと面白いんですけどね、UFO ってね、全然もう宇宙人で全然関係がないものだとかっていうイメージもあるかもしれませんけど、霊感があって幽霊が見える人って意外というかもうかなりの確率で UFO も見たことがあるって方多いんですよね。もしかすると、妖怪のような類、幽霊とか UFO とかっていう、なんか異次元から来るようなものっていうのは、何かそれを受信できる才能がある人っていうのはなんか同じようなチャンネルで、同じように見てしまうのかもしれないですね。はい。なので今ね、霊感があるって方は今後 UFO をね、見る可能性もありますし、UFO 見たことあるんだ。でも霊感ないんだっていう人、いやいや、もしかしたらいつかね、幽霊も見てしまうかもしれませんし、なんかね、そんなことも思い出してしまう話でした。ありがとうございました。非常に興味深かったです。ステッカーの方を送らせていただきます。さあ、最後ですね、こちらペンネームじゃがいもさんからいただいたんですけども、もうこの話はですね、もうスタッフさんがもう最後、ってもう思わず声を出してしまったというお話になります。はい、皆さんもね、ぜひ聞いてみてください。はじめまして、いつもお階段巡り拝見しております。ありがとうございます。私が小学3年生くらいの頃のお話です。私が通っていた学校では噂になっていたことがあります。私の学校の校舎の裏に小さなお地蔵様がたくさんずらーっと並んでいたんです。そのお地蔵さんの数を数えてから、
校舎の周りを時計回りに回って、で、その後、もう一回お地蔵さんを数えると、一体お地蔵様が増えてるっていう。だからそういうちょっと都市伝説というか、学校の怪談のような噂がその学校にはあったそうなんですね。お地蔵さんを数えた後、校舎を時計回りに回る。その後もう一回数えると一体増えてる。その話が本当なのかを確かめるべく、友達6人である日集まったんです。まずはみんながそれぞれお地蔵さんを数えました。一人ずつ何体だったか聞いていきました。全員が12体だったというふうに言ったんです。その後、お地蔵さんの前をスタート地点にし、校舎の周りを時計回りに走って、もう一度お地蔵様を数えることにしました。すると、みんながギャーギャー騒ぎ始めたんです。全員が口を揃えて、お地蔵さんの数が13体だと言ったんです。ということは、左回り、反時計回りに走れば今度は減るんだと思い、みんなで左回りに校舎を走ったんです。すごい発想ですね、それもね。数えると、噂通りお地蔵さんが1体減っていたんです。時計回りで1体増えたけども、反時計回りでもう1回減ったと。その時は全員で怖くなり、叫びながら帰りました。今回なぜこの話を島田さんに送ろうかと思ったかと言いますと、年が離れた私のいとこがですね、私が通っていた小学校に通っていまして、先日、いとこの学校でイベントがあったので、その勇姿を見に行ったんです。ふと、久しぶりに訪れたその小学校でですね、あの時のお地蔵さんの話を思い出し、いとことその校舎裏のお地蔵さんを見に行くことにしたんです。現在もお地蔵さんがいることに懐かしさを感じながら。いとこにお地蔵さんの数が変わるっていう話をすると、在学中のいとこも、知ってるその話有名だよね。興奮気味でした。有名なんですね。小学生の脳では実際に起きていないことを本当に思い込んでいたのかもしれないと思い、12、3年ぶりにお地蔵さんを数えてみることにしました。やはり校舎を回った方向により、お地蔵さんは増えたり減ったりしました。すごいっすね。ここ行って本当検証してみたいですよね。大人になってもこんな体験ができるのかと驚いていると、急に耳元で小さな女の子のような声が聞こえました。久しぶりだね。ゾワッと全身に鳥肌が立ったので、すぐに走り家族のところに帰りました。とんでもない話ですね。よくね、その学校の怪談、七不思議なんかでね、こういう話ってあるかもしれませんけど、実際にその当時も体験し、その後大人になった後にね、検証しに行ってまた起こる。何がすごいって一回回って増えるけども反対に回ると減るっていうこの謎の法則。何なんでしょうね。お地蔵様、ね、子供たちの守り神ですから、小学校のね、裏手にいてずっとその学校の子供たちを守っているのだと思うんですけども、何かこの学校で昔起きて、何かそれによって、この方向で回ると一体増えるけども、とかなんかあるんですかね。久しぶりだね。小さな女の子のような声が聞こえたということですけども。何なんでしょうか。時計回りと反時計回り。時計回り、反時計回り、意味があるんですよね。麻雀なんかだとね、あえてこれ反時計回りになってるんですよね。これね、呪術の世界でいくと、時計回りってやっぱり時計回りなんですよね。時間が経過するという方向なんですよね。逆に反時計回りっていうのは、時間が前に戻るという方向なんですよ。だから過去と
未来みたいな意味があるんです。反時計回りは過去。時間が巻き戻される。時計回りは未来、時間がどんどんね、普通に流れていくっていう。なので、もしかしたら勝手なね、ことですけども、女の子の声で久しぶりと聞こえた。だから、その時間を過ぎると、その女の子が何かあって、っていうその女の子の存在がお地蔵様となっている。でも、反時計回り、時間を巻き戻すと、まだそんなことは起きてないから、その女の子であるお地蔵様がいないとかね。何なんでしょうかね。なんかとんでもない凄まじい話だったので。で、今日ね、紹介させていただきました5名の方、ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方ですね、タイトルに、ステッカーと書いて送り先の方をお願いいたします。そして、皆さんもですね、今後もですね、怪談話、不思議体験ありましたら、どんどん送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。いや、今回もすごかったですね。まだまだありますんで、また紹介、させていただきたいと思います。ありがとうございました。以上、島田秀平のお怪談巡り。今回は投稿怪談でした。